日はメンタルトレーニングやメンタルの重要性について話す回になります。一人一人本当にすっごい無限の可能性あって、人間はめちゃくちゃ強いし、すっごい力を持ってるって思ってていいと思う。生まれ持ったもの関してのメンタルの強さの自信とか全くないですよ。試合が決まってから試合までのメンタルの持っていき方と維持の仕方、はい、私みたいな全く格闘技やってない人からすると、試合っていうもの自体がすごく恐怖でしかないもの、もちろん自分が選んだ道だし、自分がやりたくてやってるんだけど、かといえど負ければ相当なリスクを背負うし、失敗っていう負けっていうのも他のスポーツや他のジャンルのものと違って、本当に死につながりうるものじゃないですか。その試合終わったら一生稼げないような状態になるかもしれないしね。だからここの向き合い方っていうのは伺いたいですよね。みんなに本当に聞いてみたいっすね、僕が。どうしてんのみたいな。他の格闘家に、怖いからやるしかないとか、なんか頭のネジ外れてんのか、まあやっていくうちにいろんな理由ができて、その人たちのためにとかになってくると思うんですけど、めちゃくちゃ怖いですからね。自分もそんなんだし、殴り合いっていう表現だし、だから今やる必要ないなって一回思っちゃったわけですよ。僕はそういうのがあって、メンタルコーチングの方に相談した時に、リンヤはなんで格闘技をやりたいと思ったのっていう風に最初聞かれて、僕の一番最初の理由は前にも言ったかもしれないですけど、身近に遊んでくれるシューターのお兄ちゃんの試合を見に行くってなった時に、目の前でブラジル人に失神させられて、観客はうわーって興奮して泣いてる人もいるし、叫んでる人もいるし、でお兄ちゃん本当に死んじゃってるのかどうかも分かんない、本当に死んじゃったのかって思う自分もいるし、すっごい悲しい自分もいる。でもブラジル人はセコンドの人たちと 3,4 人ですっごい喜んでる。このなんか感情の差ってなんだみたいな、このリングで何が起こってんだみたいな、こんな人の感情を巻き込んで、このお兄ちゃんが見せてる背中はすっごいかっこいいけど死んじゃってるじゃんみたいな、何が起こってんのみたいなのを知りたくて格闘技始めたんですね。だからリンヤはこんな大勢の目の前で自分のやりたかった格闘技をやってて、すっごい多くの人が見てる中で日本を背負って育ってきたものとかルーツを全て背負って戦ってる、そこにいる時点でもうリンヤの夢って叶ってるじゃんみたいな、本来見たかったものがあるでしょそこに。あとは怖いものって何っていうことになってくるわけですよ。何が怖いのって言ったら、怪我とか将来一生も稼げなくなるんじゃねえかっていう不安があるじゃないですか。じゃあそれがどうしても怖いならやめればいいって話なんですよ。でもそれを持ってでも見に行きたい世界とか伝えたいものがあるんだよねっていうことなんです。それを上回る、それが僕が常に言ってる格闘技ってやっぱその瞬間瞬間自分がどうやったら生きれるか生き延びれるかっていうのを本気で超真剣に考えて行われるやり取りだからこそ、その生き延びる必死な波動って見てる人に伝わると思うし、ちゃんと見てくれてる人はその結果がどうであれ自分の持ち場で力を出そうとか、よっしゃやってやろう俺もとか、負けらんねえとか、いろんな気持ちになれると思うんですよ。だからやっぱ格闘技っていいコンテンツだし、みんなが力を出せるようになる、みんなを勇気づけるための最高のコンテンツで、僕は戦いを通してこれをみんな与えられてる喜びとか、そういうもの、この今まで見てきたかっこいい背中を体現してる自分がいたりだとかっていうのをして、おまけにプラスこう日本を元気にするんだっていう思いをアンカリングって言って、これメンタルコーチングでやるんですけど、ガチってこう入れた時にその思いとかが自分の中を巡るようになってるんで、最終的にはここで怖さがなくなるっすよ。ガチってやって自分がなんで格闘技をやってんのか、今目の前にある怖い状況よりもよりここに立ちたいいろんな人生と思いがあってきてます。あとは相手がどう来たらどうするかはもう自分が分かってるっていう状態になればもう怖くないんですよ。これが僕の作り方で、すっごい集中してる自分と、すっごい冷静な自分と、すっごい興奮してる自分のこの3つを僕は超うまく
高いレベルで融合させて試合に行くんで、そういう自分が試合の時に10としているとしたら、だんだん試合に近づけて、試合の前日は8ぐらいで生活してる、試合の起きた時はもう8から9、8.5 ぐらいになってる。で徐々にこう上げていく感じですね。3つを10に持っていくとしたら、いろんな角度から準備してますよね。戦いたい理由をもう一回思い出す作業をこっちでは始めて、試合に対しては技術的にどうやったらどう動くみたいな準備を始めてて、最後はまあ呼吸がバッチリそこで落ち着くように体もどんどん調整とケアと追い込むっていうのを繰り返して、それを統合させる技術もやっぱいるし、メンタルコーチングはやっぱでかいですね、僕の中では。試合直前っていうのはさっき言ったその3つを10に持っていく、はい、でももう本当に整えるのっつうのはもうリングの上のここの時ってこと？最後そうですね。で相手とパンって叩いて2人だけの空間になった時に集中力が10になるイメージです。なるほどなるほど。次戦の試合をなんかそういう目線でリンヤ選手を見るのも面白いかもしれないですね。カチンとこう鞘に入れた瞬間、あスイッチ入ったってリンヤマンファンはもう分かるんですよね。そうですね、はい普段取り入れているっていうその呼吸法とか瞑想とか滝行とかお話ししていただけるものが、瞑想っていうのは普段の生活の中にも取り入れているものなんですか？今心がざわざわしてんなとか思った時は、やってますね。やられてるんですね。試合ですっごいいいパフォーマンスを出してる時って深い瞑想状態なんで、そこの状態をなるべく日常から思い出させるっていう意味があったりだとか、余計な考え事をしなくなるっていうのはやっぱ格闘技強くなるんで、そういうのだとか。呼吸法とかっていうのも普段意識して普段の呼吸からなんか違うんですか？意識してその時したい呼吸ハマってしてる呼吸法とかはあったりしますね。結局上に入れるか下に入れるか、横に入れるか前側なのか後ろ側なのかみたいな話ですけど、でどこにどれぐらいの圧をかけて、力感とか観察したり重心観察したり、そういうことをやることで整えたり、気持ちを安定させたり、逆に上がんない気持ちを上げたりだとか、集中できない時に集中したり、頭がすごい寝不足な感じを取るための呼吸法だったりだとか、いろいろあったりしますね。用途用途で呼吸法を変えてるってことですか？そこまでまだやってないですけど、ベースの呼吸法みたいなのは毎日やってますね。ちなみにどんな呼吸法なんですか？ベースはセンターって背骨がまっすぐ上空につながっていくイメージを強くするトレーニングで、下から満帆に、入れてからちょっと張り感を観察して、10が満帆だとしたら3ぐらいまで吐いて、3ぐらいの空気の玉を呼吸止めたまま上げたり下ろしたり、この体の中のエネルギーを通る感じを観察したりだとか、上の方にたくさん溜めて、それを下ろす呼吸法だったりだとか、最初から下に入れる方の呼吸法だったりとかもあるし、それをすることでじゃあどうなりますとか、健康になりますとか、そんな言える話ではないと思うんですけど、自分の呼吸を知ることで今日はどこが硬いからとかがすごい分かるし、頭がぼーっとしてるなとかも分かるし、逆にここが硬いからここからの動き出しの技はちょっと慎重にやろうとかもなるし、その日の一日の自分が知れるみたいな、ストレッチと一緒ですね。朝のルーティーンとか。あとその滝行みたいなのされたりもするじゃないですか。滝行はでも去年だから一昨年になっちゃうのか、一回行っただけで。そうなんですね、一回だけですね。でもあれも深い瞑想状態に入れるための強制装置だなみたいな気はしましたね。滝ってなんかの感情がやっぱ入ってくると体がこわばって全身に力みが入るんですけど、一番いい時は滝の超冷たい水が脳天直撃しても、やっばい意識失いそうみたいな感覚なんですけど、最後すっごい自然の一部になったなみたいな。体は死の直面に瀕してるけど、心はすごい落ち着いてて、視野は超広くてみたいな、いろんな感情が流れるけどそれがどうしたみたいな感覚、ゾーンとか瞑想状態、一番いい時に無理やり入れる感じだな滝行はって思いましたね。超いいと思いますね。ありがとうございます。
私の個人的な質問になってくるんですけど、人間こう誰でもネガティブな時ってあると思うんですよ。はい。そんな時どのように切り替えをしてますか？簡単な方法があればここで教えていただけたらなって。最近はネガティブになる自分と話したりしますね。なんでネガティブになってんのみたいな、はい、聞いて、最近でだからこの怪我とかでちょっと動きたいけど動けないなみたいな自分がいる。例えばネガティブになってる時にどうしてみたいな、自分に寄り添って喋りかけるというか、動きたくてさみたいな。自分に問えば、自分の頭の中の独り言って問いと答えがずっとこう続いてる。だから問えば返ってくるんで、自分に問いた時ネガティブな自分に問いてるがためにネガティブな回答が返ってくるじゃないですか、はい、自分の中でこういるわけですよ、ふてくされてる自分が、はい、そいつをめっちゃ励ますんですよ、その時で、はい、お前が折れてくれたおかげで俺左足だけかかとから全然もらえてないのが分かったんだよみたいな。どういう左足今回の怪我でできることで取り組んでいく上で自分の癖って分かったりするじゃないですか。はい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 。これっていいことじゃないですか、怪我したから気づいたいいこと、そっか、そういういいこともあったし、はい、逆に怪我するってことは自分のどっかバランスが悪かったりしたのもあるから、そういうのに気づかしてくれてありがとうだし、今ちょっと我慢しててねみたいな、はい、とか。だからこうコミュニケーション取るんですよ、自分と。これは叱らなきゃいけないなと思ったら自分を叱る時もありますし。そういう時もあるんですね。はい。なんか自分がせっかちで道とかうまくいけないのに対してイライラしてる、とこから始まってたりとかするから、そんなことでイライラしてたりしたら「お前な」っつって「急ぐ気持ちはわかるけど」みたいな「いいことねえだろ」みたいな、その瞬間を味わって生きろよみたいな、そっちの方がいいだろみたいな、とにかく自分で自分と会話してネガティブな自分に言い聞かすっていうやり方です、でそのポジティブな自分は全然口に出してもいいと思いますね、一回コロナのワクチン打ってからしょんべん我慢できなくなって自分、すぐしたくなる感じになったんですよ、最近ある時また来て漏れそうみたいになったんですよ、最近こいつ甘えてんなこれと思って、したいと思ったらしてあげられる環境に置きすぎたなと思って、めちゃくちゃ叱ったんですよ「お前!」みたいな暴行に「我慢しろ!」っつってしたら収まりました「はい!」っつって、そっから正面我慢できないみたいになった時に叱ろうとするともうピッつって収まる。我慢できるようになるんですね、そういうもんですよ。練習とかで怒られて帰ってきてってなってる自分がいたら「どうした?」っつって「今日も全然うまくいかなかったしちょっとこれ続けてたらいけんのか分かんないよ」自分がこう言ってくるとします、いやお前バカ言えみたいな、今日はな怒られた時にダメだとちょっと思いながらそっから反復しちゃってたから、次は怒られた時に考えようみたいな、前向きになる気持ちの持ってき方考えようみたいな、一緒に考えて、じゃあ次いざ練習で反復で俺ができてねえとか言われた時に、この間これ言われてできてないと思いながらやってたねみたいな、チャンス来たよみたいな、頭の中で俺は天才だって思えるようななんか仕掛けを打つんですよ自分の中に、怒られる瞬間がこういいスイッチになるようにしようとかしたりいろいろできるじゃないですか、だからもう自分の中ですごく工夫をしてるんですよ。工夫ですね、はい。そもそもの話を聞いちゃうんですけど、林也さんはメンタルが強いとかっていう風に言われてますけど、自分のことメンタル強い人間だと思います？もともとは全然ですよ。生まれ持ったもの関してのメンタルの強さの自信とか全くないですよ、上がり症だし、合唱コンクールの一番前の列ってだけでも膝震えたりしてるぐらい、授業中教科書読むのも緊張したし、もうみんなと一緒っすよ。今こう世の中で精神的に病んでしまったりメンタル的な問題を抱えてる方っていうのは増えてきて、そういう方たちに対して林也選手はどういう風に見られます？私なんかからすると林也選手って自分を律して努力して自分だって弱いけど努力して強くなろうとしてなってるんだっていう感じじゃないですか、でも人って別に
みんながみんな強くない。だからこそそういう人たちがいらっしゃるっていうのは事実じゃないですか。はいはい。僕もきつい時があって乗り越えれた、とはいえそうならないかって言ったらそういうわけでもないと思うし、ただそうならないためにいろんな工夫をする技術とかはあるんで、身についたと思ってて、一個は根本的な考え方をちょっと変えることになりますけど、弱い人間の中でこうやってやってきたってよりは、人間ってもともとすっごい強い生き物で、可能性をたまたま見失っちゃってるだけだったんだなっていう気がしてて、最近もともとが弱い生き物ベースじゃなくて、一人一人本当にすっごい無限の可能性あって、すっごい強い生き物なんだけど、行動を間違えたり自己的に自分を信じられなくなったりとかっていうことがいっぱいあるのがこの世の中だから、基本的なベースの考えはやっぱ人間はめちゃくちゃ強いし、すっごい力を持ってるって思ってていいと思います。その発言がもうポジティブですよね。私なんかは、人間は強いものではないっていう前提から話したじゃないですか。そこを変えちゃうのはめっちゃいい。本来強いよってことですよね。本来強いっすよ。何言ってんのって話です。本当に強いし、無限の可能性はありますよね。成長するための仕掛けの中で迷ったりは絶対あるですよね。なるほど、ありがとうございます。どうですか、林也選手もこういうトピックは結構やっぱ他の同業の方より自分がすごい興味持って学んでる分野だと思うんで、そういうものを使ってやりたいことっていうのもあるし、結構楽しく喋れたかな。メンタルコーチングの吉人さんをお迎えしたりして話したりとかしていきたいですね。以上が僕が考えるメンタルやメンタルコーチングの重要性についてになりました。あんまりこう喋れなかったこととかもあると思うんで、またいろいろとやっていければと思います。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。 MTD っていう軍団、ヘンリーと、そうですね、自分の三上ヘンリー大地ですか。三上ヘンリー大地の一緒なんですね。結構いいですよね。いいですよね、色と形が、着やすいです。大丈夫いやいいですよ。